こんにちは、斉藤直樹です。今日も気まぐれ添削やっていきたいと思います。今日はですね、いつもと違ってビフォーアフター見せつつ3つの作品の添削をお見せしていこうと思います。今回の添削作品は名古屋デザイナーアカデミーさんの生徒さんの作品です。最初の作品はこちら、副島花さんの作品です。構図があまり浮かばなくて指がいつも止まってしまいます。構図を決めるときいつもどのようにして決めるのか気になりますとのことです。はい、花さんご質問ありがとうございます。まずですね、構図が浮かばないけどそれでもとりあえず手を動かしてみるっていうのはすごく大事です。ね、その分からない中で出した答えをもとに考えて徐々にね良くしていくものなので、とにかく第一歩目を踏み出してみる花さんの勇気素晴らしいと思いました。で、このイラストをどう添削していくかなんですが、まさに構図についての考え方、花さんが困っている構図の考え方についてお伝えしていこうと思います。でですね、花さんが描いてくれたこういう夜空のイラストなんですが、夜空でしかも人物を引きで描く場合にはもうほとんどと言っていいほど少しね煽り構図、下から見上げるような構図で描くのがいいと思います。というのは、夜空に思いを馳せている人物が描かれているっていうことは、この女の子の意識も一緒にね上に向かっているっていうことなんですよ。こんな広大な宇宙の中で私ってなんてちっぽけな存在なんだろうみたいな感じ、そうなっている時に見下げ構図、このイラストみたいにねちょっと見下げ構図になってしまっていると、そういったね開放感をいまいち感じることができないんですね。なので、背景はねちょっととりあえず置いといて、こんな感じで少し人物を引きにしつつですね、少し煽り気味に下から見上げるようにしてみましょう。こんな感じですね。わかりますでしょうか。こうやって煽りの構図にすることで、さっきと比べると意識がね空に登っていく感じするでしょう。これですね、逆に言うと意識が自分の内面に向かっている場合には上から見下ろす俯瞰構図が効果的だと思います。その場合にはね、例えば水たまりに自分の姿を映して自分と対峙することによって、お前は今何を考えているんだ、どう感じているんだみたいにね自問自答するような構図に持っていくことができます。開放的で意識を外に持っていく場合には煽りの構図、そして内向的で意識を心の内側に持ってくる場合には俯瞰構図、全部が全部ねこのルールに当てはまるわけではないんですが、大体そう考えておくと絵作りとしては間違わないと思います。ただですね、これだけだとちょっと煽り構図っぽい感じが薄いんですよ。というのは、この矢印を消してしまうと夜空だけしか見えませんよね。煽り構図っぽいパース感を出すためには少しだけでも建物とか木とかそういうものが見えていた方が煽り構図感を出しやすいと思います。なのでこうしますね。ガードレールと電柱を描きました。建物描きましょうって言われると、そんなの難しくて描けないよ、めんどくさそうって思う人もいるかもしれません。ですがガードレールと電柱ぐらいだったら、結構簡単に描けそうでしょ。面積もねここだけですからね。実際にねめちゃくちゃ適当にシルエットだけで描いてますが、もうすでにそれっぽいじゃないですか。これねアップにしてみると分かると思うんですが、本当にね適当に描いてます。基本的にですねそれっぽければ OK だと思うので、そんなにめんどくさく考えずにですね、煽り構図にしたいからこういう上にすぼまっていくようなパース感欲しいんだよな。じゃあこのパースに沿わせた一番簡単に描けるものってなんだろう。木か電柱かな。じゃあ今回は電柱描いちゃおう。ってね、そんな感じで大丈夫です。でまだ色がついてないので、一見ねすっごい適当に描いたように見えるんですけど、ここに簡単に色を乗っけてみましょう。そうすると印象が一変すると思います。最終段階ドンね。めっちゃいい感じの星空に思いを馳せる女の子のイラストになったでしょ。これやばくないですか。こんな風にね流れ星なんかを描いてあげることで、またちょっとね違う意味合いにもアレンジすることができると思います。お星様どうか私の願いを聞き届けてくださいね。妄想が膨らむイラストになりましたよね。急にすっごい完成度高くなったような感じするけど、ここめっちゃ書き込まなかったって思った人もいるかもしれませんが、これアップにしてみると分かると思うんですが、全然書き込んでません。もうねこんな感じです。こんな感じ。電柱とかガードレールのシルエットもそのまんまですし、あとね書き込んであるように見える街並みとかもね、ちょっと線をちょちょんって足してるだけです。
これね引いてみるとなんかそれっぽく見えちゃうんですね。むしろねこんなに適当に描かれているだけなのに、でもさっき説明したような構図の考え方がしっかりできていると、絵の内容にバッチリハマっていれば、そこまでね書き込んでいなくてもですね、かなりそれっぽく見えてしまうものなんですね。はい、最初と最後見比べるとこんな感じの変化になります。キャラの意識が外に向かっている開放的なイラストの場合には煽り構図、その逆で意識が内に向かっている場合には俯瞰構図。ぜひ意識してみてくださいね。はい、次のイラストはこちらです。ウリボーさんの作品ですね。コメントは特にありませんでした。はい、ですね、すごくアクティブにダイナミックにポーズがかけていて、キャラクターの元気さを画面いっぱいに表現しようとしているチャレンジ精神、ここがねまずすごいと思いました。ポーズってね意外と難しいんですね。それが分かりやすいのはですね、初心者に絵を描いてくださいっていうと大体棒立ちか、あるいはよくてですねこうピースポーズだと思うんですよ。体全体をここまでしっかり動かしてですね、大胆にポージングを取れるあたり、ウリボーさんの日頃の練習の成果だと思います。でこのイラストのどこを添削していくかなんですが、このイラストの問題としてですね、せっかくダイナミックなポージングを取れているんですが、そのダイナミックさが2つの理由でいまいち伝わってこない感じがするところです。そこを改善してあげると一気にこのイラスト良くなると思うので、その部分を添削していこうと思います。ダイナミックさを表現するにはどうすればいいのか。はい、もう早速結論言っちゃうんですが、こうです。はい、こう。ですね、最初はちょっと画面を引いてキャラクターの手が見えるようにしました。添削前はですね、せっかくのポージングなんですけど、手がねこうぶった切れてしまっていて、どういうポーズなのかパッと見分かりにくかったです。で加えて少し画面が窮屈になってしまっているっていうのもあると思います。なので画面を引いてキャラクターに余裕を持って画面に配置してあげました。こうね、ある程度空間が空くとキャラの動きも想像しやすくなりますよね。それとですね、ちょっとこれはダイナミックさとは関係がないんですが、皆さんキャライラストがよく見えるためには単純に絵が上手ければいいって皆さん思ってないですか？それはね間違ってないんですが、実はですね画力をそんなに上げなくてもキャラクターのイラストの見栄えを簡単に良くする方法ってあるんですよ。はい、それは何かっていうとデザインですね。キャラクターのデザインを見直すことで、そこまでね画力を高く上げなくても絵ってね一気に見栄え良くなっちゃうんですよ。はい、例えばこのイラストで言うと、こう左右見比べてみてください。右がビフォー、左がアフターです。さあ僕ですねこうしれっとデザインを変えております。どこが変わったでしょうか？はい、間違い探しみたいですよね。1つ目はまずはこの手袋を追加したところです。これが1個。そしてこのスカートですね、このスカートのラインを追加しました。これが2つ目。そして3つ目はここですね、靴下を履かせたことです。あとですね、すっごい細かいですが、セーラー服にも何本かラインを入れております。はい、ちょっとしたデザインの変更なんですが、これだけでギュッと印象が引き締まった感じがしませんでしょうか？はい、そうなんです。今僕はデザインを変更したって言いましたが、もっと単純に言うとラインを追加したとも言えます。今僕が追加したのは全部簡単なラインだけですね。手袋もこのラインで、スカートもこのライン、靴下もこのラインで、セーラー服もこのラインですね。こういうラインをですね要所要所に追加していくと、キャラデザって勝手に見栄えが良くなっちゃうんですよ。めっちゃ描きやすくなると思います。実際特にねこういう手首とか足首、首っていう言葉がねつく部分にはこのラインが入ることですごく描きやすくなります。なんか要素が足りないなと思ったら書き込みを増やすのもいいんですが、その前にラインを追加してみてください。それだけで一気に見た目が改善すると思います。あとですね、ちょっとごめんなさい。ここ僕何箇所かで入れちゃってますね。ですね、もう一箇所説明すると、この段階で少しスカートの位置を上に上げています。で、お腹の凹凸も少し書き加えておりますね。女の子のイラストは特にそうなんですが、スカートとかズボンのライン、このラインですね、このラインはちょっと気持ち上に上げた方が見栄えが良くなると思います。このイラストはお腹を出しているのでちょっとしょうがない部分もあるかもしれませんが、女の子はこの腰のラインが高い方が可愛いと思います。はい、逆に男性はですね、少し下に腰のラインを持ってきてあげた方が男性っぽさが出ますね。はい、ここは結構大事な部分なので意識してみてください。さあ、で次はですね、ちょっと僕の好みも入ってしまうのでやるかやらないのか迷ったんですが、こういう事例もあるということで見てください。顔ですね。はい、ドン。
はい、この違いです。この違い。言葉で言うと、顔をちょっとすっきりさせました。これね、ちょっと表情はそんなに変えてないんですが、変える前のこれね、ちょっと眉毛に見えちゃってるんですが、実際はこの髪の裏返りなんですよね。なので眉毛がちょっと二重に見えていて、ここの部分がですねちょっと困り眉に見えてました。これはね別に困り眉じゃなくて、こっちが眉毛なのでちょっと勘違いさせてしまうので、単純に取っちゃった方がいいと思いました。それは別としてですね、僕から見てこのイラストの顔、ちょっとですね悪が濃いというか癖が強い感じがしました。それはそれで悪いわけじゃないんですが、悪が濃すぎるとですね、売れ線からはちょっとずれてしまうことが多いです。ですね、一般の人にここまでしっかりと伝えることは少ないんですが、ここってですね結構大事な部分、かつ誰も言ってくれない部分なんですよ。というのは、悪が強ければ強いほど本人も周りも絵がうまいと思い込もうとする力が強く働くんです。ですね、これは結構ね言語化が非常に難しい部分です。どう言えばいいのかな。まず描いた本人目線で言うと、顔の目の描き方とか口の描き方ってめっちゃ工夫する部分だと思います。特にオリジナリティを出そうと思うと、普通の描き方からはちょっと離れていくんですが、なぜかというと普通から離れれば離れるほど自分としてはオリジナリティ出せたってね満足できる部分だと思うんです。なので絵描き本人的には普通からは少しずらそうと思いがちです。でそのイラスト、周囲の人からするとどう見えるのかっていうと、特にこれは知り合いだと顕著なんですが、癖が強いイラストをどう見るのか、どう思うのかっていうと、この人こんなに絵が描き慣れているんだって思うんですよ。癖が強いイコールとっても工夫した絵イコール絵がうまいってね、特に知り合いはこう捉えることが多いので、なので本人にどうコメントするのかっていうと、めっちゃうまいね君って言うわけです。ただですね、ここからが問題なんですが、じゃあそういうイラストって知り合いにはすごく受けがいいんですが、じゃあ知らない人からするとどうなるのかっていうと、癖強ってちょっと引いちゃうんですね。これですね、例えば自分が買い物する時どういうものを買うのかっていうことを思い浮かべてみると、ちょっと分かりやすいかもしれません。実際にですね、自分が何を買うかってあんまり癖が強いものって買わなくないですか？癖が強いものとかゴテゴテしたものとかいろいろ並んでいる中で、じゃあ実際に自分はどれにお金を払って買うのかっていうと、これもちろんね人によりますよ。もちろん人によるんですが、大体の人ってですね割と普通めなものに心惹かれてしまうものだと思うんですよね。これね、買うとしたらなおさらなんですね。ほらラーメン屋とか行ってもとりあえずその店の一番普通なラーメン頼んじゃうみたいな、なんかそういうものに近いような気がするんですよね。とにかく癖が強いことって売れ線からはちょっと離れちゃうものなんです。なのでちょっと元のイラストの癖を取って普通めにしてみました。ですね、ここに関しては多分ですねコメントでも前の方が良かったよ、俺は前の方が好きだよっていう人たくさん出ると思います。はい、それはそれでね正しいんですが、売れ線かどうかっていう部分に関してはここだけはね癖を取るが正解なので、ちょっとその部分イラストのね良し悪しとはちょっと切り離して考えてみてください。はい、で最後本筋に戻ります。このイラストのダイナミックさを邪魔している部分は背景ですね。最後こんな風にしてみました。はい、添削前は画面に対して水平なラインが走っていたと思うんですが、水平なラインってですねおとなしさとか静けさを表してしまうんですよね。こういうアクティブなポージングとは結構相性が悪いと思います。じゃあどうするのかっていうと、単純に斜めにしてしまえば解決です。斜めにすることで一気に動きが感じられるようになると思います。それとですね、ラインが一定の太さだとあんまり迫力が出ません。なのでかなり思い切ってラインが太い部分と細い部分差を作ってあげるといいと思います。はい、そして細かい部分ですが、この黒の面積に対してもですね、全部が全部真っ黒だとちょっと絵が単調に見えてしまうので、この少しだけ明るさを変えたグレーの部分ですね、ここも追加してあげましょう。そうすることで奥行きやリズムを追加することができるので、単純さから逃れることができると思います。はい、最初と最後見比べるとこんな感じですね。さあ本日最後のイラストです。中村翔吾さんの作品です。私はリアル調のモンスターデザインが好きであり、将来はインディーズゲームやトレーディングカード、ボードゲームなどといった仕事に挑戦してみたいと思っています。
ですが SNS 運用を用いた自己アピールやイラストの発信の仕方が分からず、もっと多くの人から反応をもらうためにはどうすればいいのか悩んでいます。もし何か良い方法があれば教えていただけないでしょうか。何卒よろしくお願い申し上げますとのことです。はい、ですね、もうものすごい上手いですよね。はい、言うことなしだと思います。ただですね、絵の添削とは別に SNS の自己アピールについても聞きたいっていうことなんですが、はい、このイラストと合わせて考えてみると、とにかく僕が言いたいのは一つですね。それは自分が見てほしい部分、強みを自覚してそこをしっかりと強調しましょうってことです。これがこのイラストについても SNS 運用についても言えることだと思います。はい、まずはイラストの添削に行きましょう。僕はこうするのがいいと思いました。はい、ドン。はい、まずはこの違いですね。この違い、このイラストですね、もともと全てがしっかり書き込まれていて、ディティールもすごくしっかりしていて、とてもクオリティが高いように見えるんですが、一方ですね、パッと見どこを見ればいいのかってちょっとね、目が迷ってしまう感じもあったと思うんですよ。なので僕はとりあえず背景を少し明るく飛ばしてモンスターのシルエットを強調してみました。このイラストってですね、端的に言うと、このモンスターめっちゃ怖くね、それを討伐しようとしているこの鎧のキャラめっちゃかっこいいでしょだと思うんですよ。その部分がまずはしっかりと見ている人に伝わるのが大事です。それなのにですね、モンスターと同じぐらい背景も主張が強いと、なんとなく主張がぼやけてしまっているようにも見えちゃうんですね。なのでこのモンスターとこのキャラ、この2人の関係をまずはしっかりと強めてあげる。そうすることが見ている人にイラストの良さが伝わることにつながるかなと思いました。はい、そして次はこうしました。はい、モンスターの重さと存在感を増すためにちょっと逆光気味にして黒レベルを上げてみました。こうすることでよりこちらに迫ってきている感じが強めることができると思います。でね、目が光っているのでその目の怪しい光も強調できると思います。でなおかつキャラクターについてなんですが、このキャラは少し前にずらして持っている剣の長さと剣にまとわせている炎を強調しました。添削前はね、少し微妙なところでぶった切れてしまっていて、今からこの炎でこのモンスターをやっつけるんだっていうワクワク感が少しね、目減りしているようにも感じました。モンスターの存在感をしっかり高めた上で、そのモンスターにぶつけるための武器や魔法、これについてもさらに強調してあげる。そうすることで、うおー、この両者がぶつかり合ったらどうなっちゃうのっていうね、こう期待感をこれでもかっていうぐらい高めることができると思います。はい、そして最後はこんな感じですね。はい、バランスを保ちながら書き込み量を増やしてあります。これ添削なのでそこまでね、しっかりと書き込み量を増やしたわけじゃないんですが、分かりやすいのはこの背景の部分でしょうか。単純にね、こう白く飛ばしただけだとイメージ背景にもなってしまって臨場感が減ってしまう場合があると思います。でも細かく書きすぎるとそれはそれでキャラクターとモンスターが沈んでしまう。じゃあどうするのかっていうと、今調整した明るさのバランスを保ちながらその幅の中でしっかりとディティールを書き加えてあげるといいわけですね。この背景の部分は最初に調整した明るい調子のままではありますが、その明るさの調子の幅を保ちつつ木のシルエットを具体的に書き込んでいけばいいってわけです。そうすることで、あ、ここってこういう場所でこんな空間で戦ってるんだなってね、見ている人に臨場感も同時に感じさせることができると思います。はい、最初と最後に比べるとこんな感じですね。はい、でね、今伝えてきたことって SNS の運用にも特に最初の頃は使える考え方で、もうあれもこれも全部たくさん見てほしいって言っても実はね、あんまり人の興味って引きつけられないと思います。そうじゃなくて、俺はとにかくここが得意なんだ、もうここだけ見てくれよってね、見てほしい部分をこうぐーっと絞り込むことで自分の存在をより多くの人にアピールすることができると思います。ぜひこの考え方、イラストに、そして SNS の運用に活かしてみてくださいね。はい、今日の添削は以上となります。いかがだったでしょうか。3つのね、添削がありましたので、このイラストの添削自分に活かせそうだなって思ったら積極的に取り入れてみてください。それでは最後にコーナー、気まぐれあっち向いてほいのコーナーです。僕にあっち向いてほいを仕掛けてみてくださいね。いきますよ、準備はいいですか。気まぐれ気まぐれあっち向いてほい。それではまた次回の動画でお会いしましょう。